Designer Hub。 では産業革命後のデザインについてちょっと話していきます。前回は産業革命入ったよっていうので、デザイナーっていうのがようやく出てきたというか、職業としてね、そう人権っていうのもあったし、革命があってみたいなところで、それ以降産業革命以降のものづくりについて話していこうっていう回です。そうですね、前回も言ったようにやっぱすごい複雑な背景が絡み合ってね、社会制度が変わっていったよねとか、資本主義っていう新しい仕組みが取り入れられていったよねとか、そもそも技術革新が産業革命によって起こされたよねっていうのがもう全てもう混じり合うことで、ようやくそのデザインという行為が民間にも広まっていったし、デザインをするということにインセンティブも生まれたし、デザイナーという職業も生まれたよねという流れで、その後の話なんですけど、あんま詳細については僕たちもまだまだ勉強足りてないし、今回のデザインとは何かって話にあんまりね関わってこないというか、誰がどういう考えでこう動いてたよみたいな話になっちゃうので、それはまた別の機会にできれば、いいのかなとは思うんですけど、なんか僕がちょっと産業革命後のねデザインの歴史をちょっと見てた時にね、思ったのがなんか結構思想のぶつかり合いだなって思ったんですよ。なんかデザインという行為を通して、つまり工業生産品、椅子とかなんとか、ランプとか、っていうのを通してなんか結構みんな自己表現してるなっていう、俺はこのスタイルでこういうものづくりがいいと思うからこうするぜみたいな、なんか割とそのぶつかり合いのなんか印象があって、批評家同士が戦ってるみたいな、そうですね、お互いのこのデザインアウトプットを通して、なんかなんとか派なんとか派みたいな派閥がなんかあったんだろうなっていう、そういう感覚だったんですよね。なんかそれって結構黎明期な感じするなって思って。そうだね。今のなんかユーザーのためのなんかデザインみたいなところとちょっと文脈違うなって思って見てたんですよね。それこそ今のねファッション業界とかは未だにそういうとこあると思うんだけど、なんかそういう相対的なものづくりだなとは思ってるんですよね。だから、ここはでも戦い感がすごい出てくる気がしていて、もうちょっと先に話すけど、その戦後からの話になっちゃうけど、例えばその時でもさ、日本だとさ、東芝とか日立とか、トヨタ、ホンダとか出てくるじゃない。そこがさ、もう車がだ、テレビだとかさ、その辺の話をし始めた時に、うちの方がいいんですって言うじゃない。そうね、だからビジネス的な制約みたいなのも入ってきますよね、結構確実にね。やっぱりそこの会社の看板なのかチームの看板なのかを背負って外に物を出していって戦わないといけないっていうのがあるから、ある程度やっぱりこのポジショントークっていうのは、ビジネスの上でデザイナーも参加していかないといけなかったっていうのがあるのかなとは思ってたのね。でそれが産業革命後からふつふつとあって、その戦後1950年ぐらいから日本ではもうドンって出てきて、もうその流れも今延長線に入っているんだなとは思っては見ていますね。今の話もそうですけど、やっぱ時代の流れ早いっすよね。急速に技術がやっぱ発展してたから、産業革命前と比べると、そのビジネス的なその資本主義の中で勝っていかなきゃいけないから、だから原価が安いかどうかとかね、そういったところもすごい大事なファクターになってくるだろうし、なんかそれこそ船で運んでその先で組み上げるみたいな、誰でも簡単に組み上げることができるかみたいなところで言うと、じゃあなんかよりシンプルな方がいいよねとか、実用的なデザインが美しいよねとか、なんかいろんな思想が出てくるっていうのもなんかすごい簡単に想像できるかなと思ってて、だからウィリアム・モリスとかバウハウスとかなんかその辺の話も深掘っていくと面白いんだろうなとは思うんですけど、ちょっと今度バウハウスに特化した回を、そうだね、今回はデザインは何かについてだけど、やりたいです。だからみんながこの時からやってますよね。なんかその、お前らのものづくりはクソだみたいな、そういった戦いがね、俺のデザインが正しいんだとかこうあるべきだみたいな、なんかそこのぶつかり合いっていうのはすごい、ハウスはでもだってデザイナーみんなさ、多分聞いたことあると思うし、ちょうどこれはだからあれだよね、1919年のあれだね、ワイマール憲法のところのワイマール共和国だね。そうから来てるやつで、なんかそのデザインを学べるちゃんとした機関っ
としてこう出てきてもうすぐになくなってしまって、でもそのなんか DNA を受け継いだ何かがこうどんどん浸透していってっていうところがあるから、多分デザイナーにとって歴史で一番面白い話だと思うんですよ。確かにここは一回ね話したいね、まとめて。まあそこから話を戻すと、戦時中、戦後、やっぱ市場経済っていうのが多分人間の想像を超えたスピードで発展していったと思うんですよね。大量生産大量消費の社会に入っていく、ですがやっぱそのアメリカって当時ね20世紀もう覇権国中の覇権国なので、1920年代とかには、なんかもう一般家庭がなんか車持つとか、テレビがラジオがとか、なんかそういう当時のね日本と比べるとすごい発展した経済の中で、もう全然一足も二足も先に大量消費社会に突入してたっていう、そうですよ、のがアメリカだなと思ってて、戦後日本はアメリカの傘下に入ることで、遅れた形だけど、急激に市場経済の中で、ものづくりの国日本としてね、急速に経済発展させていくっていうところかなと思ってます。車とかね、日本の重工業を代表する。そうね、トヨタはいまだに強いですからね。いまだにそう車産業でやっぱこの国っていうのは回ってるから、っていうのも日本がここまでものづくりで20世紀において出遅れている要因でもあるし、そうですね。そうウォーターフォール式のものづくりがいまだに、ね、別にウォーターフォール式は悪いとは言わないですけど、限られた、ものづくりのやり方でいまだにね大手企業はやっていると、っていうのが根付いた文化だったなっていうふうに、思ってます。多分相性良かったんですよね日本人と。ね、それこそさ、なんか軍隊式のさ、組織の捉え方とか、意思決定の浸透の仕方とかって多分すごい日本人得意だし、それがやっぱねこのベルトコンベヤ式のものづくりにおいてはめっちゃ力を発揮したっていうねところなのかなとは思ってるんですけど、いやなんかこの辺もさ、なんか20世紀の日本のものづくりとかを見てた時に、やっぱすごいわけじゃないですか。トヨタとかもそうだし、ソニーとかもそうだし、スティーブ・ジョブズがソニーを参考にしてたとか、なんかそういう話もあるけど、なんか全然みんな優秀だなって思ってて。いやこの時はそうですよ。そう、なのにどうして今こうなってしまったんだっていうところが、僕はやっぱね多少なナショナリズムもさ持ち合わせているから悲しいなって、自分の生まれた国がね、で僕今年26になる代ですけど、なんだっけ、失われた20年だとか言ってたのがもう30年とか言われてるわけですよね。だから当時は1990年代ぐらいで、めちゃめちゃ儲かってる会社50選みたいになったら、もうトップ10に5、6社日本の企業入ってるぐらいで、それがもう今はトヨタ1社ぐらいでしょね。ギリ入ってるかどうかで、トヨタが40位とかでしょ確か。もうそんな下なんだ。でもそんだけそのビジネスもそうだし、ものづくりっていう点でも遅れは取っているという状況。そう、悔しいですよね。僕の生きてる年代全部失われてんのかよって思って。そうですよね失われた30年を僕は生きてるんだって思うとちょっと悔しい気持ちでいっぱいなんですけど、やっぱその日本のものづくりの歴史からも分かるように絶対優秀なねクリエイターとかものづくり人材っていうのはいたんだろうなと思うんですけど、なのになんでというところで、なんか今のねその僕はよくね20世紀的なものづくりっていう言い方をしますけど、そう画一的でウォーターフォール式でみたいなところですよね。分業して分業して分業して下請けして下請けして下請けしてっていうものづくりの仕方っていうのがやっぱ未だに支配的じゃないですかこの国においては。そうですよ。なんかめっちゃ戦艦大和だなって思ってそうね。そうなんかそれこそソニーとかってさ、20世紀後半でもやっぱ、ウォークマンとかもそうだし、なんかすごいこう世界を先駆けてさ、アメリカの人たちもソニーすごいってなるぐらいには、世界を前に進めるものづくりっていうのがこの国でも行われてたわけじゃないですか。そうですよ。でそれをやっぱ思想とか価値観とかっていうのに影響を受けたスティーブ・ジョブズが iPhone を作ってるわけじゃないですか。なのに日本の多くのトラディショナルな会社では未だにこう20世紀的なものづくりが当たり前になっているっていうのが、ハワイのね真珠湾攻撃で空母の強さを示した日本が空母じゃなくて戦艦大和を一生懸命作るみたいなそうだね。なんかそういうコースとすごい
いやまあむずいけどかぶって見えちゃって、なんでこういうことが起きちゃうんだろうって、なんかクリティカルな答えは僕の中では出てないんですけど、いや俺はなんかリサーチ不足だと思うけど、ね、いや本当にリサーチ不足だと思う、もっといろいろ調べないと分かんない、宇宙戦艦ヤマトしかみんな知らないんじゃないそうそうだよね。ね、いや俺はヤマトは個人的にあれを作ったのはすごい立派なんですよ、はい、ですごい素敵なことなんですよ。宇宙戦艦ヤマト、じゃない戦艦ヤマトね、あれってさシンプルな話さ、めちゃめちゃいいその戦艦作って、これで勝てるってなったんだけど、みんな空から攻撃してきてるっていう話なんだよね。これは簡単に言う。そこはもうリサーチ不足ですよ。そうなんかそれもなんか日露戦争で俺たち大砲ぶっ放して、バルチック艦隊に勝ったんだっていう大艦巨砲主義って、言いますけど、やっぱああいう価値観がずっとね、なんか軍部がもう思考停止してますよね。いやそれこそだから、さっき言ってさ、もう日本の企業がすごい頑張ってたっていうのがあって、そっから20年30年イケイケでいいねってなったから、世界を知らないでいて衰退して今に至るっていう流れがまた来てるのかっていう感じはあるのではと思ったの。そういう意味で、まあ、リサーチ不足かなって思ってたんだ。いや本当に、でもやっぱそこがなかなか一度浸透してしまった価値観みたいなものが変わりにくいっていうのは、どうしてもこう日本のね、こうやっぱ島国だからさ、そうですよ、その村化しやすいこのあるじゃないですか、コミュニティのその形成のされ方があると思うんですけど、やっぱそれが割とすごくというか、要因の一つだろうなとは思ってるんですよね。ちゃんとそれに抗おうとしないと、ちょっとこうね油断したらいつの間にかめちゃくちゃ村的なコミュニティになってるとか、全然あるじゃないですか。最近もねこう Web3 とかのあれでコミュニティみたいなものがねまた注目されてましたけど、やっぱどんどん村化してしまうっていう力学が間違いなく働いてると思ってて、でやっぱ高度経済成長とかってもうイケイケどんどんなんで、あったねそんな。そう別に儲かるし、儲かってるじゃんっていう、いいじゃんっていう、そこにやっぱ判断軸があるから、別になんか今僕たちのこの会社ってすごい村化していて良くないなんかそういう文化が生まれてしまっていて、今後50年先見た時に今のこの村化してしまっている現象ってほっといていいんだろうかって誰も思わないじゃないですか、儲かればいいんだから、っていうツケがそうだね僕の世代に回ってきてると思ってて、そうですね、ちょっとどうにかします僕の世代でいや本当にきついっすよね。きついよ。結構ハードモードだなって僕思ってるんですけど、今の時代生きてて、そうですよ。やっぱそれをそのものづくりの組織とかチームっていうのがやっぱどんどん村化してしまって、政治的な力を持ってるやつが強くなったりとか、そうだね。なんかそういったなんかものづくりの本質じゃないところ、人間関係とか敵対勢力をいかに貶めるかみたいな、そういう政治力が高いやつが強いとか、そういった部分が全然ものづくりと関係ないところで大事になってきちゃってたと思うし、来ちゃってると思うんですけど、現在進行形だと思うんですよ。そうっていう風なで、それでなんかね、しがらみとかね、全く意味のない召喚集とかみたいなものが、どんどん生まれていって、なんか本来ねいいものを作るためにみんなで力を合わせるべきところがどんどん関係のないところに、物じゃなくて人のところにエネルギーが流れていってしまうっていう現象が起きてたんじゃないかなって思うんですよね。なんか本当に任天堂とかもそうですけど、やっぱ一部限られた組織では現代を代表するようなプロダクトも生まれてきてるわけなんで、そうだね、一概にはこうであるって言えないんですけど、ただほとんどのものづくりの環境においてかなりその腐敗したようなゴリゴリの20世紀型のものづくりかける腐敗したコミュニティみたいな、地獄みたいな構図がいろんなところで起きてるんじゃないかなっていう。起きてますね。って思ってます。だって本当に僕らは割と先進的ななんかスタートアップとかそういったところとお仕事をさせてもらうことが多いから、そんなに意識することないですけど、やっぱたまに大きい企業さんとか話した時に、あ、まだその価値観なんだ、すごいねってなることあるじゃないですか。めっちゃあるよあるじゃないですか。あるよ。もう本当に
悔しいんですよね。そうね、だからもう、よくあんじゃん、もう一回さ強制させないとダメだってさ、山ごもり修行させようみたいなのあんじゃん。だからさ、スマホ3台持たせてアップルウォッチ手首足首つけさせていかないけどデジタル付け一回しないとさおじさんたちを絶対変な方向になるさ求めてる方向に行かないって、まあでもそういう、まあ、クライアント今いるかって言って、まあ、いないとは思うんだけど、うちにね、もしやるんだったら一体多分そこのさ、こういう話というかさ、ワークショップから多分始めないと、なんかうちらもいい動きができないのかなっていうのはね、すごい課題に感じたりはするよ。いや本当に、まあ、なんかそんな感じですごい戦後日本の話になってますけど、そうやっぱ20世紀の高度経済成長最中の日本っていうのは、まあ、ごちゃごちゃ僕ら文句言ってますけど、まあ、でも素晴らしいものをたくさん生み出してきたのは間違いないと思うんですよね事実として、でなんかそれがなんか出版とかなんか映画とか、アニメとか、家電ゲームとか、まあ、なんやかんや言いつつある程度土壌が出来上がった既存のものづくり産業っていうのは、うまくいってたと思うんですよ。で、さっきのなんか村コミュニティ化しちゃいますよねみたいなところも、それがその業界の独自性とかってところにつながってかなりオリジナリティの高いクリエイティブとかね、製品とかアウトプットとか文化みたいなものが生まれていったっていうのはなんか全然いいと思ってて、でそれが現にね今でも受けてるわけじゃないですか。海外でアニメとかさ、漫画とかすごいけど、それは今うまく回っている産業、景気もいいしうまく回ってますっていう産業を、なんかただそのまま回すみたいなことにおいては全然問題がなかったから、日本は成長し続けれたと思うんですけど、やっぱこれをなんか01だったりなんか新しい価値観みたいな、なんかイノベーティブなものづくりみたいなことをしようと思った時に、この20世紀的なものづくりってマジで無力なんですよね。もう大和状態ですよ。そうだから日本ではそれこそねUI デザインみたいなものが体系化されつつありますけど、それもほんとここ5年とかの話だと思ってて、それですらめっちゃ遅いじゃないですか。2017年の頭に UI デザインを学ぼうと思った僕はインターネットでほとんど情報を集められなかったっていう、そんなことあります？ひどくないですか普通にまあね、びっくりしましたよ僕当時。歴史としてまだ全然だって赤ちゃんみたいなもんですからね。赤ちゃんすぎる情報はないですよ。まあ今頑張ってますね、みんな。いや本当、頑張ってると思うけど、マジびっくりしました。でまあだからなんでそういうのが出てきたかっていうと、やっぱインターネットの登場なわけですよね。これもまたやりたいですけどね、西海岸でなんで IT 革命が起きたかみたいなこととかもやりたいですけど、そうまあ新しいビジネス領域がそれこそさ新大陸はないわけですよ、地球上に、20世紀になってしまうと、ビジネス的にもなんか成熟してきてみたいな、次何をすればいいんだろうみたいな時にさ、インターネットみたいなものが新しくドカーンって出てきちゃったわけですよね、これがまさにフロンティアだったわけですけれども、ある程度もうあらゆる産業っていうのを資本主義の価値観がもう浸透していって、もう新大陸がないっていうような状態、つまり、イノベーティブなものづくりっていうのが必要とされないみたいな時に、いきなりインターネットが出てきちゃったから、急になんか大陸生まれちゃったみたいな話だと思ってて、革命ですよ。そうやっぱそこについていけたイノベーティブなものづくりができたアメリカとそうじゃなかった日本っていう構図だと思うんですよね。そうですよ。ある程度はその日本ってねやっぱ文化とか言語の壁で天然の妖怪みたいになってるから、アメリカも入ってきにくいんだけど、だからねニコ動とかミクシーみたいなガラパゴス的な文化も、インターネットサービスも流行ったと思うんですけど、結局それがね海外の資本が入ってくると、もう普段アプリ使っててね国産のサービスどれぐらい使えますかって話だと思ってて、使う？僕一つもないわ多分国産のサービスアプリないかもしれない。マジで一つもないと思う僕日頃使ってるアプリ。ないよね。ないですみたいなない。やば。ヤフー天気はヤフー天気ね。ヤフーあとなんだっけ運転のヤフーナビみたいなカーナビ。ヤフーカーナビ。なるほどね。確かに。は使いますけど。ヤフーぐらいか。みたいなのが現状だと、思ってますと。で結局必死にね今みんなで頑張ってるんですけど、21世紀的なものづくりができる文化とか、そういうやり方をインストールこの国にしていこうと、ここで頑張ってますけど、やっぱここで僕がすごいやばいなって思ってたのが、ちょっと話を戻すんですけど、デザインっていう概念って根源的な欲求だったはずじゃないですか、みたいなところが戦後っていう長い時代の中で、デザインするみたいなことが多分
だいぶ忘れ去られちゃったんだろうなって思うんですよね。そうですよ。単純になんかもっと、効率を良くするとか、もっと楽にするとか、もっと興奮するとか感動するようにどうしたらいいだろうって考えて、それを、主にビジュアルの部分でアウトプットして、ものを作り人に届けっていう、なんか当たり前の桑を木から鉄に変えるみたいな、すごい人間がずっと昔からやってきた当たり前のアプローチがデザインという姿勢なわけなんですけれども、それを本当に忘れてしまっていったんだろうなって思うんですよね。まあ日本にはもうないんじゃないと思うよ。ね、デザイナーという職種はずっとさ、そのね、戦後もあったと思うんですけど、やっぱもっと一般的なとこで、これで義務教育とかにもつながると思うんですけど、そうだね、やっぱネジとか歯車の一つとして、出る杭を叩き、できるだけ考えさせないような、マークアップ式のテストとかマジで、もうなんかクソって言い過ぎるとあれなんですけど、やばいじゃないですか、みたいな。消去法で選ぶみたいな国語の問題をさ、そんな考え方をして点数を取ることが正しいとされているさ、この国でそんなイノベーティブな発想が生まれるわけがないだろうなっていうのはなんか、まあそうですよ。まあ忙しかったからしょうがないはあったよ。そう忙しかったから仕方ないんですよ、別に。だから当時の人がなんかバカだったとかそういうわけではなくて、なんかもうものづくりっていうのがさ、もうさ奴隷のような使命感でやらないといけないっていうそう時代が長かったわけ。いやまあそうだよね。戦争にも負けてしまったじゃない。もうその時点でさ、日本が作ってきたこの衣装っていう文化、俺はもうなくなった過去の遺産であるって思ってね。まあそうだね。細々と生き残ってはいるんだけどね。まあそうそう。カルチャーとしての文脈でしかなくて、まあもうアメリカからこうどんどんこう来たものが今多分一般化されていて、まあそれが日本のものだってなってる。からまあ1945年頃からスタートしたものでしかないから、まあ歴史は浅いものとしても見てればいいんじゃないって思っちゃう、ねそうだね。だから戦後間違いなく輸入はしてるはずなんですよね。で著名なデザイナーたちが出てきてるわけで。ただそれが浸透するスピードというか、力と、なんか市場経済のゲームルールみたいなものが浸透、資本主義的な金融市場資本主義的な価値観が広まるこの力っていうのがもう喧嘩にすらならないっていう、全然勝てない。だからやっぱ衣装をただ作るだけの人間という意味でのデザイナーっていう風な限定的な定義でデザイナーって言葉を置いておくみたいなことが多分すごい良かったと思うんですよね。そうですよ。必要なかったし、そんな講義の意味のデザイナーっていうのが。でまあ今どうにかしてさ、シリコンバレーで生まれた20世紀的なイノベーティブなものづくりみたいな方法を一生懸命僕たちはここ10年ぐらいをかけて輸入しようとしてできなくて、輸入しようとしてできなくてっていうのを繰り返してるのが今のスタートアップ業界、だと思うんですけど、その上で、そのデザイン思考っていう、概念っていうのがかなり大きな影響を与えたんじゃないかなっていうふうに僕たちは思ったんですよね。僕は思って、でちょっとデザイン思考について調べていったんですけど、やっぱね当時の僕2017年18年とか、デザイン始めた時とかでも先にやっぱデザイン思考という言葉は聞いたし、僕よりね10個先を行っているつもまーさんたちが、の世代がどういうふうにこのデザイン思考の広がりをね考えてたのかも気になるし、間違いなくその日本のこの情報産業の中において、なんかデザインっていう言葉とか価値観を広めたのは、デザイン思考はかなり大きな役割を果たしてるかなと思ってるので、この辺の話をちょっとまた次回深掘っていければいいかなっていう感じです。次回はじゃあデザイン思考について話します。